夜に小腹が空いた時、実はよく作ってるのが湯豆腐だ。簡単、うまい、太らない。この3点においてかなり夜食ポイントが高い。湯豆腐といえば昆布だしを引いてポン酢で食うのがメジャーだが、今日はそれよりも簡単でうまい食い方を紹介する。もはやうますぎて最近はこの食い方でしか食ってない。使う物はこいつらだ。まあ本当に最低限なんで、好きな具材追加して鍋にしちゃっても構わんよ。最初にタレを作っておく。ネギをお好きなだけみじん切り。そしたら深めの小皿を用意する。マグカップでも湯飲みでも何でもええ。そこに醤油大さじ1。少しだけまろやかさを出したいんでみりん小さじ1。そしてここに先ほど刻んだネギを思う存分に入れる。あとはここに大葉など好みの薬味、七味唐辛子もみじおろし、少量ごま油を足すのもうまい。今回は出汁の香りを最大限に楽しんでほしいんで、いろいろそぎ落として最小限にとどめたのがこのタレ。これだけでも十分うまいんで、物足りなくなったらいろいろ追加するといい。鍋に豆腐がギリギリ浸るぐらいの水を張る。今回は 600cc。使う鍋の大きさや豆腐の分量によって変わる。水を張ったら中心部にタレをセット。豆腐と一緒にタレも熱することで味がまとまる。豆腐をお好みの大きさにカットする。切った豆腐は一度軽く流水で洗ってやると、鍋で煮る際、豆腐の切りくずが浮かんでこずに美しい見た目になる。こういう細けいことは動画でしかやりませんがね。そしたらタレの周囲に豆腐を並べていく。仕込みは以上だ。あとは出汁でこいつを煮込むだけなんだが、今日使うのは本出汁。俺の動画いつも見てる人は大体本出汁使ってるのは知ってると思うが、なぜ俺が本出汁を使うのか、今日はそこを語っていきたい。分量はちょうどよく出汁の風味が出てしょっぱすぎない程度入れる。これは鍋の水分量によって調整してほしい。今回は大さじ1弱使うが、まずはその半量を鍋に入れ火にかける。最初に入れた分は豆腐に出汁の旨味を吸わせるためのもの。豆腐の成分はほとんどが水分だ。火で熱すると豆腐の中の水分が抜け、それと同時に周りの出汁を豆腐が吸う。豆腐に出汁の旨味を吸わせながら煮ていく。今時出汁の代用なんていくつも手段があるが、俺が本出汁を使う理由は主に3つある。1、使いやすい。出汁パックと比べ少量でも使えるし、保存も効く。白出汁やめんつゆよりも味の調整もしやすい。その2、どこでも手に入る。本出汁は一番メジャーと言ってもいい顆粒出汁だろう。どこのスーパーにも置いてある。つまり俺とお前らの味の共有がしやすい。そして最大の理由、香りが強い。なぜだかわからんが、顆粒だしにもかかわらず、いぶしたカツオの香りが明らかに強い。一体なぜ本だしがここまで香りが強いのか。その謎を解き明かすべく、我々はジャングルの奥地もとい、本だし製造工場に潜入してきた。今から見せるのは、あのやべえ粉の製造方法だ。外に漏れると消される恐れがありますが、特別だぞ。本だしの製造工場は、日本一のカツオの水揚げ基地である、静岡八重洲港近辺にある。揚げたての新鮮なカツオが大量にばらされております。命の恵みに感謝。ばらしたカツオは一度煮出して臭みを取り旨味を凝縮。
その後まさかの手作業で骨や血合いを掃除し、8から15時間かけてじっくりいぶしているそうだ。本だしの作り方、やべえ粉とやべえエキスをなんかいい感じに配合して作ってると思ってたんだが、ガチガチのガチで鰹節から作っててくさ。そうして時間をかけてできた鰹節がこちら。カッチカチやぞ。こいつをすりつぶし、塩と旨味調味料を混ぜ合わせ、こうやって本だしができていくわけだね。時間かけて作った鰹節をまんま粉にするってんだから、そりゃあ香りが強えわけだ。ここまでしっかり手間がかかってるにもかかわらず、どこでも安価に手に入るのは、これはもう完全に大企業パワー。ありがてえ時代だ。というわけで、お豆腐の表面がプルプルしてきたら、そりゃもう頃合いよ。最後に俺が本だしを最大に活かす方法を伝授する。はい、ここで火止めて、このタイミングで残り半分の本だし。これが必殺追い本だし。なぜこうするか、この最高の香りを飛ばさないためだ。沸騰してると水分が揮発し、それと同時に香りも飛ぶ。鰹節で出し取るときも火止めて入れるでしょう。それと同じ。本だしも鰹節そのものと思って使うんや。事実そうだし。普段味噌汁とかで使うときも、こうやって使ってください。これで鰹の香りがふわっと香る。というわけで完成。だし豆腐。食い方なんだが、まずこのつけだれ濃いんで、この中に好きなだけだしを入れ、ちょうどいい塩分になるまで割っていく。注意点ですが、本だし塩も含まれてるんで、あまり使いすぎるとだしがしょっぱくなる。しょっぱいだしで割ってもずっとしょっぱいんで、香りは立ってるが塩分はちょっと物足りないぐらい。それぐらいのさじ加減でだし作って。シンプル直球ど真ん中、これがうまい。口に入れた瞬間、いぶしたカツオの燻製香が脳天を突き抜ける。追い本だしが効いてるぜ。タレも一緒に熱することで、常に熱々。ネギのえぐみも抜け、味がまとまっている。だしのうまさをダイレクトに味わうことができるのは、このシンプルなタレだからこそです。このタレ、ごま油とか入れてもうまいんだけど、個性が強すぎるんで、まずは何も加えず、このカツオの燻製香を思う存分楽しんでほしい。もちろんポン酢もいいんだが、このドシンプルな食べ方、ハマる人はマジでハマる。俺もその一人で、最近の湯豆腐はもっぱらこの食い方だ。米と合わせてもバクバクいけるし、空いたスペースに缶をつけてもいいだろう。口の中で出し割りにしたって構わない。もはやこれ料理と言っていいのかわかんないぐらい簡単なんだが、手間かけりゃうまいってわけでもないのが料理の面白いところ。夜にちょっと小腹空いた時に食うぐらいなら、むしろこういうのがいいんですわ。ヘルシー手軽にタンパク質摂取。俺冷蔵庫に豆腐ストックしまくってて、小腹空いたらマジでこれよく食ってるんで、一回騙されたと思って真似してみてほしい。多分想像を超えてくるだろう。あと残った出汁は翌日味噌汁にしたり、これで米炊いたら炊き込みご飯になる。有効活用しなはれや。ごちそうさまでした。